出産を迎える皆さんへ。出産には自然分娩や無痛分娩などいくつかの方法があります。どの方法にもそれぞれいい点や気をつける点があります。また出産に対する考え方は国や文化によって様々です。日本では自然な出産の流れや命が生まれる過程を大切に考える人もいます。大切なのはいろいろな考え方や方法を知り、その中から自分に合った方法を選んで安心して出産を迎えることです。この動画では日本で無痛分娩を考えるときに知っておきたいことを分かりやすくご紹介します。無痛分娩とは、麻酔を使って陣痛の痛みを和らげる出産方法です。日本では主に硬膜外麻酔という方法が使われています。これは背中から細いチューブを入れて麻酔薬を使う方法で、陣痛の痛みを和らげながら意識はある状態で出産できます。ただし痛みの感じ方や麻酔の効き方には個人差があり、痛みがほとんどなくなる方もいれば、ある程度感じる方もいます。また海外では消気ガスを使うこともありますが、日本ではほとんど行われていません。日本では無痛分娩を行っている病院は増えてきていますが、まだすべての病院で受けられるわけではありません。また無痛分娩の方法や対応は病院によって違います。例えば24時間いつでも対応している病院もあれば、平日の日中だけ対応している病院もあります。事前の予約が必要な場合や、出産経験のある方だけが無痛分娩を選べる施設もあります。このように日本の無痛分娩は病院ごとに体制やルールが異なります。これは病院ごとのスタッフ体制や安全管理の方法が異なるためです。無痛分娩の流れは病院によって少しずつ違いますが、大まかな流れは同じです。まず陣痛が始まったり出産のために入院した後、お母さんと赤ちゃんの状態を確認します。無痛分娩ができる状態になると、背中から細いチューブを入れて麻酔を始めます。麻酔が始まると陣痛の痛みが少しずつ和らぎます。その後はお母さんと赤ちゃんの状態を見ながら麻酔を調節していきます。出産の時は痛みは和らいでいても、お腹の張りや赤ちゃんが降りてくる感覚は感じることがあります。また安全のために分娩中はベッドの上で過ごすことが多く、助産師が姿勢を整えながらサポートします。無痛分娩では痛みを和らげるために麻酔を使いますが、知っておきたいこともあります。まず麻酔を始めるときには、背中にチューブを入れる前に局所麻酔の注射をします。この時に痛みを感じることがあり、この注射が一番痛かったと感じる方もいます。麻酔のチューブを入れる処置の時には、背中をできるだけ丸めた姿勢をとることがポイントです。そうすることで麻酔のチューブが入りやすくなります。また麻酔の効き方には個人差があります。十分に痛みが和らがない場合や、
左右で効き方に差が出ることもあります。さらに血圧が下がる、かゆみが出る、吐き気がある、熱が出るなど副作用が見られることは珍しくありません。こうした変化があった場合も医師や助産師が様子を見ながら対応します。心配なことがあれば事前に相談しておくと安心です。出産はお母さんと赤ちゃんが一緒に進めていく大切な時間です。陣痛の痛みを赤ちゃんからのサインとして大切に考える文化もあります。また、分娩時に陣痛を促すオキシトシンというホルモンには、出産や産後の体の回復を助ける働きがあります。オキシトシンには母乳の分泌を促したり、赤ちゃんとママとの絆を深める働きもあります。さらに、分娩時には強い痛みによってベータエンドルフィンというホルモンの分泌も増えます。ベータエンドルフィンには痛みを和らげたり、心を落ち着かせたり、幸せな気持ちや満足感をもたらしたりする働きがあります。そして産後には分娩時の痛みの記憶が和らぎ、前向きな気持ちにつながるとも言われています。このように体には出産を助ける仕組みが備わっており、痛みそのものにも意味があると考えられています。もちろん痛みを和らげることも選択肢の一つです。それぞれの選択に意味があり、正解は一つではありません。大切なのは正しい情報を知り、自分に合った出産の方法を選ぶことです。よくある質問や病院に確認しておくポイントについては、こちらのリーフレットも参考にしてください。あなたが安全で自分らしい出産を迎えられるように応援しています。